こんにちは。デッサンという礎です。今回のテーマは色相関と補色です。色相関と補色の知識は絵画制作で必要になるので必ず理解してください。主な内容はご覧のようになります。どうぞ最後までご覧ください。はじめに色相関とは何か理解しましょう。色相関の色相は色の波長の長い順番で右回りに並べられています。その順番はプリズムで光を分けた時に見える色や虹を見た時の色と同じです。色相は波長の長い方から赤、橙、黄、緑、青、藍、紫の順番に並びます。ちなみにこの色の並び方は赤頭光緑性藍紙と音読みにすればすぐに覚えられます。そしてこれらの色を環状に配置したものが色相関になります。ご覧の色相関は先ほどの7つの色相だけでなく、さらに細かく色相を分けて20の色相が配置されています。この色相関はマンセル標色系の色相関ですが、他にもオストワルト標色系の色相関など様々な色相関があり、用途に応じて使い分けられます。マンセル標色系はアメリカ人の画家マンセルが1905年に考案したもので、絵画制作で使いやすい標色系です。次に色相関を利用して補色を理解しましょう。補色は色相関上にあるそれぞれの色の反対に位置している色になります。色相関にある青色の矢印は黄色と青紫色が補色の関係であることを示しています。黄色の矢印はオレンジ色と青色が補色の関係であることを示しています。そして赤色の矢印は赤色と青緑色が補色の関係であることを示しています。このように色相関にある一つの色とその反対に位置する色が相互に補色になります。この補色の関係にある色同士は隣接させるとお互いのサイドを強め合い、混色するとお互いのサイドを弱める性質があります。補色の性質を補色の関係にある色の組み合わせから確認してみましょう。ここでは補色の関係にある黄色と青紫色から補色の性質を見てみましょう。左上の画像のように補色の関係にある黄色と青紫色は隣接させるとお互いのサイドを強め合います。このような色の対比を補色対比と呼びます。そして補色同士を混色した場合は左下の画像のようにサイドが弱くなります。お互いのサイドを弱めるように混色すれば無彩色へ近づきますが、左下の画像の中央付近のように完全に無彩色になることはなく、色味を感じさせながら黒色へ近づいていきます。次に補色の関係にあるオレンジ色と青色から補色の性質を見てみましょう。こちらも左上の画像のように補色の関係にあるオレンジ色と青色を隣接させると補色対比によってお互いのサイドが強められます。そして2つの色を混色した場合は左下の画像のようにサイドが弱くなります。お互いのサイドを弱めるように混色すると無彩色へ近づきますが、完全に無彩色になることはなく、色味を感じさせながら黒色へ近づきます。同じことを繰り返し言いますが、色味を感じさせながらサイドを弱めることができる補色は、絵画の色彩を豊かなものにするので、しっかり理解してください。この補色の関係にある赤色と青緑色の補色の性質も、先ほどの2つの例と同じです。このように補色の関係にある色同士は、同様の補色の性質がありますが、一つ大きな違いがあります。それは、補色の関係にある色同士を純色の高彩度で組み合わせようとすると、明度に差が出てくることです。例えば、黄色と紫色の純色の組み合わせは、黄色の明度が高いので、
2つの色の明度には大きな差があります。しかし、赤色と青緑色の純色の組み合わせは、2つの色にあまり明度の差はありません。そのような関係から、絵画制作で対象に合わせて明度に変化を与えながら、補色対比の強さと色彩のバランスを維持させるのは簡単ではありません。次に実際の絵画で、どのように補色対比が利用されているのか確認してみましょう。このボナールの絵画は、補色の関係にある黄色と青紫色の補色対比の効果で強く感じられます。大きな面積で使用されている黄色は、青紫色を混色して彩度を抑え、白色で明度が調整されています。それに対して高彩度で限定的に使用される青紫色は、鑑賞者の視点を誘導し、絵画空間を感じさせます。このモネの絵画は、補色の関係にあるオレンジ色と青色で描かれています。絵画全体は補色対比の効果で強いのですが、原色が使用されているのは限定的です。おおむね、オレンジ色と青色が混色されて、彩度が抑制され、白色で明度が調整されています。その結果、補色同士が対立せず、画面全体の色彩が融合されるように感じられます。このロートレックの絵画は、赤色と青緑色による補色対比によって強く感じられます。しかし、赤色が使用される面積は、青緑色よりも広いので、2つの色は対立的には感じられません。そして赤色は、青緑色や白色が混色されて、色彩の抑揚が感じられます。それに対して青緑色は限定的に使用され、鑑賞者の視点を誘導しています。手前の女性の足の青緑色は、背後の女性の衣服の青緑色へ視点を誘導し、さらにその背景の青緑色へ視点を誘導します。以上のように3つの絵画から、補色の考え方や使用方法で、色彩が豊かになることがわかります。特に補色の関係にある色同士を対立させないように描いている点などは、参考にするべきだと思います。今回の動画、色相関と補色は以上です。最後までご覧いただき、ありがとうございました。動画制作の励みになるので、コメントや評価、チャンネル登録をお願いします。